前回に引き続き、サイクルトレーラー、バーレートラボーイ V2 の動画です。今回は打本 K3 で牽引した状態を中心に、走行時のサイクルトレーラーの動きを見ていきます。まずは走行前にトラボーイ接続時の準備の話から。前回動画の補足になりますが、シートポストの形状次第で取り付け金具が付けられません。エアロ形状だとクイックリリースの形状に合わず、取り付けられないでしょう。円形だとしてもカーボン製は締め付けトルクを管理できないので、使用を避けた方が良いでしょう。金属製の円形シートポストに変更するか、トラボーイの使用を諦めるしかありません。取り付け金具のレバーをずらしてトラボーイ本体を脱着しますが、シートポスト角度や高さ次第で脱着しにくい場合があります。そんな時は取り付け金具とトラボーイを先に接続してからシートポストに固定すると取り付けやすい場合があります。取り付け金具の位置が決まったら、接続部分の垂直荷重を気にしながら荷物を積載します。荷物を積んでいる状態で牽引バー先端にかかる垂直荷重を 1kg から 3.6kg になるように調整します。同じ荷物でも2台の上段と下段では垂直荷重が大きく変化します。また、車軸より後方に重心がかかると垂直荷重が少なくなります。このことを踏まえて、パッキングや配置の調整が必要です。トラボーイをつないだ状態で寸法の確認をします。スタンドの端を基準に車軸までは約35センチ、接続部分までが約132センチです。牽引バーの長さや取り付け位置で多少前後しますが、サドル後方約1メートルに車軸と最大幅があることを意識しなければなりません。14インチ自転車だと全長は230センチなので、ロードバイクなどは250センチを超えそうです。車幅に関しては最大60センチ、タイヤ中心の間隔が51センチなので、フラットバーならバーエンドあたりが目安になります。やっと本題ですが、荷台下段に約 10kg のバックパックを乗せて試走開始です。漕ぎ出しは多少重さを感じますが、慣性がつき始めるとトレーラーを引いているのか不安になるぐらい反応が薄いです。軽く流すようなペダリングだとトレーラーの挙動を感じにくいですが、踏み込むようなペダリングだと少し挙動が変わります。踏み込みでトレーラーを引っ張り、下支点近くで慣性の乗ったトレーラーに押し出される。再び踏み込んでトレーラーを引っ張り、と、繰り返すことでトレーラーが前後にたわむような動きをします。乗っている時は少し前後にたわんでいるかな程度の感覚でしたが、動画で確認すると予想以上に大きく動いていました。これはトラボーイの折りたたみ軸が原因と推測しますが、まあ、構造上仕方ないことです。軸部分の補修パーツが販売されているので、壊れた時は補修動画のネタにでもするとしましょう。ちょっと早めに旋回してみましたが、綺麗な舗装の平地で走る分にはトレーラーをほとんど感じないです。遠心力でトレーラーが膨らむような挙動をするかと思ったら、タイヤがグリップしている限りは素直に追従してきます。内輪差も気になりますが、後で検証するのでここでは割愛。上り坂ですが、ペダルが確実に重くなります。後ろに引っ張られる感覚まではありませんが、賓客には辛いです。ただ、自転車自体に荷物が乗っていないので、低速でもバランスを崩しにくいところはメリットです。下りはブレーキをかけるタイミングで少し押されるような感覚はありますが、それ以外はトレーラーを感じません。早めにブレーキをかけて、しっかり減速すれば問題なさそうです。取扱説明書ではデコボコ道の走行を 8km 以下推奨とあるので、無茶をしなければ未舗装路もある程度は走行できそうです。14インチ自転車で牽引するので、走れるところは走りますけどね。トラボーイの内輪差検証ですが、まずは俯瞰して動きを確認しましょう。条件は一番外側の半径3メートルの実線を、自転車の後輪が通る時の挙動になります。タイヤの軌跡を追ってみるとこんな感じ。内輪差の最大値は60センチぐらいで、後輪の内側にトラボーイ全体が入っている状態になります。コマ送りしながらもう一度見てみましょう。まずはルートまで直進して、旋回を開始します。この時、トレーラーの車軸は旋回開始位置の約2メートル後方で、後輪に対して約25センチ内側にあります。後輪が旋回開始位置に来たので、車体を傾けて曲がり始めます。
旋回を続けるとトレーラー車軸が旋回開始位置につきました。内側のタイヤ位置は35センチぐらいでしょうか。内輪差が発生し始めています。また、外側のタイヤが少し前に出ていて、トラボーイ全体が内側に向いている感じがします。さらに進むと内側のタイヤ位置は60センチぐらい。旋回が安定しているからなのか、タイヤ位置は変わらず60センチぐらい。旋回範囲を超えて、直進し始めます。トレーラー車軸が旋回範囲を超えるあたりで、40センチぐらいまで戻っています。1メートルぐらい直進したあたりで、トレーラーが元の位置に戻っていそうです。次に旋回半径を変えた時の比較です。左が旋回半径2メートル、右が3メートルになります。旋回半径3メートルの時に内輪差が60センチぐらいに対して、旋回半径2メートルだと内輪差が75から80センチに増えました。旋回半径が狭くなるほど内輪差が大きくなることは理解していましたが、予想以上の結果になりました。次に旋回半径3メートルの時に、バンク角を変えた時の内輪差の変化を見てみます。意識してバンクさせた左側は内輪差が10センチ増えて約70センチ。意識してバンクさせなかった右側は内輪差が10センチ減って約50センチ。バンク角の増減、つまり曲がる時のスピードでも内輪差が変化することが分かりました。俯瞰した動画を見て気づきましたが、自転車をバンクさせるとトラボーイ自体がバンク方向に向きます。接続点が高いトラボーイは車軸に接続するサイクルトレーラーと比べると、バンク角の影響を受けやすいのかもしれません。サイクルトレーラーの気になる挙動を試してみましたが、未だに公道の走行には至っていません。都市部に近いと交通量の多さや、いつも使っている道が使えないなど、牽引していることのデメリットが多くあります。次回動画では、トラボーイ検討時に一番悩んだサイクルトレーラーと道路交通法の話をしていきたいと思います。最後までのご視聴、ありがとうございました。